今日はですね、オープン AI 社が開発するチャット GPT-4O ですね。O ってのはオムニの O なんですけれども、様々なね、テキストデータだけではなくて画像、映像、そういったものもですね、生成できるようになる生成系 AI なわけですけれども、そちらの方で、なんとこの画像生成機能が大幅にアップデートされたということが今 SNS でめちゃくちゃ話題になっておりまして、私も色々と試してみました。まず例えばこういった写真にですね、サムネを作ったりとか、YouTube のサムネを作ったりとか、そういったものもすごい簡単にできるようになります。もうプロンプト一発で、YouTube のサムネ、このサムネもですね、AI に作ってもらう予定です。そしてですね、これを例えば、アニメ風のイラストにしてって言ったら、即座にアニメ風のイラストにしてくれたりとかします。実際僕も昨日お花見をしてた時のですね、映像こんな感じで、すごくないですかこれ。僕はもともと、写真に載ってるこのシャトーブリアンのですね、僕は今着てるこの T シャツなんかも結構ちゃんと再現してるし、めちゃくちゃすごいですよね。これアニメ風の絵にしてっていう。朝、キックボクシングのメンバーと一緒に撮った写真もこんな感じでアニメ風のイラストにしてくれますし、僕のですね、ノムネルっていうサプリあると思うんですけど、サプリの広告もこんな感じで可愛らしいイラストにしてくれたりとか、例の赤いキツネのね、炎上したやつあると思うんですけど、そういうのもこうやってプロンプトで、書いたら、こう、ちゃんと赤いキツネって文字もですね、ちゃんとやってくれたりとかするということで、すごい進化です。マジで。やばいです。これ僕のメールマガジンなんですけど、このメールマガジンの内容を4コマ漫画にしてもらいました。西アズナブルさん風の絵にしてくれって言ったら、ちょっと漢字がね、まだ完全にいい感じにはなってないんですけど、無料メルマガをこんな感じで4コマ漫画に、まとめてしてくれたりとかですね、もうね、やばい非常にやばいことになってます。これまで、やっぱりその文字の処理、画像中にある文字の処理っていうのが難しくて、これ人間の脳でも実はそういった連携っていうのが、子供の柔軟な脳の時にですね、そういったニューラルネットワークができてないと、例えば漫画を読むのが得意じゃない人って、僕いることに気づいたんですね。で、そういう人たちの特徴は、子供の頃に漫画をあんまり読んでなかった人って漫画が読みづらいらしいんですよ。漫画って一コマの中に絵と文字が入ってるじゃないですか。あれが連携して読めないとめちゃくちゃ苦痛らしいんですよね。文字だけの本を読むのは文字だけに集中できるんでいいし、アニメーションとかね、そういった映像だけを見る、絵だけを見るのはそれはそれでいいんですけど、絵と文字、この感じ方っていうのが実は結構違っていて、で、ややこしいのは日本語の場合は表音文字と表意文字というのがあって、カタカナ、ひらがなは表音文字なんですけれども、アルファベットも表音文字ですよね。なんですけど漢字って表意文字でもあるじゃないですか。なので、その辺も結構漢字、かだまじり文の処理なんかも画像を認識する部分と論理的にその文字として記号として認識する部位がうまいこと連携させてないとそういった障害を持っていたりとかする人ってのがいたりとかするということで、人間の脳のそういった部分の連携と同じような形のチューニングがどうやらチャット GPT において行われたようです。なので先ほどのイラスト化だったりとかですね。あとなんか著作権方面も結構緩くなってるっぽくて、ワンピースのルフィ書いてくれとかって言ったら、本当に海賊王に俺はなるとかっていうのも書いてくれたりとかして、ちょっと倫理観もなくなっちゃってんじゃねえの問題とかがあったりとか。なので、これはね、結構もっともっとこれ使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。非常にですね、面白い現象です。これも完全にイラストレーターさんのちょっとしたフライヤーチラシとかですね、クリエイティブは文字の処理に多少ダメなところあるんだけど、そんなのフォトショップとかで簡単に訂正できるっていうか修正できるぐらいのレベルなんで、この辺も多分マイナーチェンジで変わってくると思われますので、これも今すぐチャット GPT 有料版登録してですね、使ってみてください。ということで、いってらっしゃい。